はい、どうも、てんです。今回の動画のメニューなんですけど、実は前に一度登場したことがあるメニューなんですよ。油そばの動画やったかな。あの時は付け合わせとしてのメニューやったんですけど、今回はそれがメイン食材に格上げになった感じですね。で、実は、これを作り始めたのが確か大学2年生ぐらいで、だから6年間ぐらいもうずっと作ってるのかな。で、僕も一応26年間生きてきたので、これまで何回か女性の方とかに料理を振る舞うこともあったんですけど、今回のメニュー何気に一度も外したことがないんですよね。パパッと作れるにもかかわらず、本当美味しいので、もしご機会がありましたらぜひ。というわけで、早速今日も作っていきましょう。ではまず今回のメイン食材となるこの豚バラブロックから調理していきましょうか。で、今回の完成形のイメージとして、この豚バラ肉をこう切るんじゃなくて、今回こう切っていきたいので、今回扱いやすいサイズにまずカットしていきます。で、今回なぜこう切るんじゃなくてこう切っていくかというと、これ多分だと思うんですけど、こうやって見るとこういう風に繊維が入ってるように見えるんですよね、豚バラって。だからこっち向きに入ってる繊維を断ち切る方向で切りたいんですよね、今回。これが正しいのかどうかは正直わかんないんですけど。もし詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。これが正解なのかどうか。ちなみに今回豚バラブロックでこれ 3.5kg 分なんですけど、おそらく調理中の油が抜けると思いますんで、どんぐらいかな、多分 3kg 弱とかに多分なるかなと思います、仕上がりは。ちょっと今回少なめですね。いや、少ないのかなんだ、僕はもう頭がバグってるのか。では次の工程に参ります。で、今回というか僕の場合量が量なので、今回こういった大きい鍋を使うんですけど、普通の一人前だったら普通のフライパンでいいと思いますんで、ちょっと我が家は特殊なので、で、この時、このサイドの面とか、こっち側の断面とか、すべての面に焼き目をつけてコーティングしてる感じですね。中まで火を通すわけじゃなく。で、この時やっぱ豚バラ肉なんで、ものすごい油が出るんですよ。で、この油、あまりにも多すぎたらね、ペーパーとかで拭いた方がいいんでしょうけど、ある程度油が残ってた方が、自分自身の油でこうカリッと仕上がってくれるんで、まんべんなくコーティングできるような気がします。全面こんがりしたら一度取り出して、今この時点でもうすでに美味しそうに見えますけど、まだまだ中は生ですもんね。またプニプニしてますもんね。で、この段階でコンロがめちゃくちゃ油にまみれますので、この段階で拭いとくことをお勧めします。片付けるまでが料理。ではこの後この豚バラブロックを煮込むという作業に入りますので、その準備に入ります。せーの。こちらから水、醤油、酒、砂糖ですね。今回もお砂糖はザラメですね。で、今回はこのザラメで甘みを出すんですけど、甘みって砂糖とみりんって二大巨頭があると思うんですよね。で、前にも一回お話ししたかもしれないんですけど、みりんが食材を締める役割があるので、煮崩れさせたくない魚とかは基本みりんを使って、で、逆に砂糖は柔らかくする役割があるので、基本的には肉料理にはお砂糖っていう使い分けを僕はしてます。とは言っても、みりんにはみりんにしかね、和の風味があるので、たまに肉料理にみりん使ったりもするんですけど。ではまず一度こちらを合わせていきます。あとはこれでザラメが溶ければベースの完成ですね。で、今回この煮汁と一緒に、生姜とニンニクの2つを加えたかったんですけど、すりおろしにして、生姜を買い忘れちゃったんで、今回はニンニクだけにします。買いに行くのがめんどくさい。何気にめんどくさいこのニンニクの皮むき、個人的に早いと思うのは、ちょっと見えづらいと思いますけど、こういった感じでこの面だけ剥いて、剥き終わったものをボウルに加えて、そしたら違うボウルで蓋をして、そしたらこれをちょっと強めにシェイク。そうするとこんな感じで皮がむけちゃう。あとはもういつも通りですね。あと
とはひたすらこれをすりおろしていくだけですね。しゃあ頑張ろう。きっつ。しゃあ頑張ろう。うわ疲れた。でこの端っこのすりおろしきらなかった部分はもったいないんで、細かく叩いて一緒にポイ。とりあえず煮汁の準備はこれにて終了ですね。じゃあ一度きれいにした鍋に豚バラを戻して、先ほどの煮汁加えて、それからニンニクのすりおろしも加えて、ちなみに今回ずっと火加減は弱めの強火というか強めの中火というか、結構軽く高めにしてあります。そうしたら軽くアクだけ掃除してあげて、あとは落とし蓋して、あとはこのまま煮汁にとろみがつくまで煮込んでいきます。じゃあこの間に薬味の準備と参りましょうか。もみし炊き終わったら、でさらに余分な水分を抜いて、ネギの下ごしらえ終了。でだいたい傘が半分になってきたなっていうタイミングで、ひっくり返して、そしたら再度落とし蓋して、ここから再度煮込んでいく。そしたらここに軽く水分を切ったメンマ、それからザーサイとかを加えて、そしたら一度味見して、でここにラー油を加えるんですけど、辛いのがお好きな方はガンガンやってください。でもしラー油がなければ一味唐辛子とごまでもいいかと思います。あとはこれを混ぜ合わせればこれで完成。辛い。なんかいつもこの手のやつ失敗するんですよね。辛くしすぎるんですよね。加減がわからん。サラサラしてた煮汁がこんな感じでもうじわじわっとしてきたら OK のタイミング。そしたら火を止めて、これで完成。もうめっちゃうまそう。ただ今この段階で切っちゃうと、今豚肉の中で油がブワーっと動いてる状態なんで、油が全部流れ出ちゃうんですよね。なので一旦このまんま人肌まで冷まします。でちょっとこれ冷ましてる間暇なので、ちょっと冷蔵庫に余ってたこの赤玉ねぎも今回添えちゃいましょうかね。特別ゲストとして。それは繊維に対して垂直の向きで、あとは束で上下を返しながらこの辛み抜きですね。30分もあればできると思うんですけど、目痛っ。というわけでここまでで全ての調理が終わりましたので、これから盛り付けに入っていきます。
で、普通であれば、ここにこの温め直した煮汁をかけてもう完成でいいんですけど、僕の場合見てもらったら分かる通り、もうカチカチに冷え切ってるんですよね、今この段階で。だからこの後温め直したいので、温め直す方法はまた後ほど実食編で。今この段階ではかけず、食べる時にこれをつけだれっていう感じで使おうと思います。というわけで、はい、これで、なんちゃってチャーシュー定食の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。なんちゃってチャーシュー。もう僕からしたらいつものやつって感じですね。食べるの2週間ぶりかな。で、今回ここにお米が6合と、でここにこっちに乗り切らなかった分の薬味たちですね。で、ここに見えますのが、ガスが入ってない卓上コンロの上に魚焼きグリルを当てて、後ほどバーナーで炙って炙りネギチャーシューにしましょうか。確実にうまいやつ。あ、でちなみに食事中の帽子は良い子は真似しないでね。いただきます。よし、本日も異常なし。で、今回はまだ完全にはまだ冷え切ってないと思うんですよね。何枚かは炙らずにいこうかな。そしたらネギを乗っけて、でタレかけて、本日も異常なし。いや、相変わらずうまいね。もう安定の味だわ。もう豚バラプルプル柔らかジューシー。もう冷えちゃってるけど全然柔らかいですもんね。で言わずもがなでネギがうまい。まあ、ただ今回カッコつけてラー油を使ってるんですけど、僕の本音を言うと一味唐辛子とごま油の組み合わせの方が僕は好きで、やっぱね、メンマは大事。メンマがいいアクセントなっとんすわ。そらビールと合うわさ。お次はちょっとご飯の上に盛ってタレかけてタレかけてタレかけて、いやもう文句なしでうまい。こんなん肉で巻いたらもうただの幸せ。もうただ単純にうまいわ。ではそろそろ焼きの方に参りましょうか。これぞまさしく食の暴力。もうすげえ、部屋中がめっちゃいい匂いする。これも同じくネギ乗せてタレかけて、いやうまいわ。うわ香ばしいな、うまいな。いやもうほんとおかずとしてもほんと優秀。じゃあもうね、うまいのかは確実にわかるこの端っこの部分ですよね。ここが好きなんだな。やっぱ端っこが一番うめえ。ああ幸せ。ではちょっとこれから僕食に没頭しますので、また後ほどお会いしましょう。あーうめえ。じゃあちょっとここら辺で味変と参りましょうか。このマヨネーズで。もうこれぞカロリーの暴力。炙りマヨチャーシュー。
いや、うまいけど罪悪感がすげえ。これはとてもじゃないけど夜食べれんな。だって上からブラックペッパー振っても美味しそう。これ何キロカロリーなんやろ。いやでもうまいけんゼロカロリー。というわけで、結構残りも少なくなってきましたので、ここら辺からラストスパートのお時間と参りましょうかね。殴り惜しいけど。じゃあ、ラストスパート勝ちましたー。いやー、うまかったね。で、結局この薬味たち使わなかったので、どうしようかな。こっちのタレとあえて夜食というか、おつまみにしようかな。で、今回の料理なんて言うんですかね。新しい発見っていうよりかは、異常なしっていう感じの美味しさなんですよね。いつも作ってるので。で、実際、豚バラブロック1本とかで作るんであれば、煮込み時間も合わせて大体30分もかかんないんですよね。パパッと作り終わるんで。で、しかも大体お値段的にも1000円いかないので、安くてうまくて早いメニューなので、もし皆さんご機会があればぜひ。っていうか、例えばみんなが集まる時とか、なんか宅飲みしようぜとかいう時にこんなのがパッとできたらなんかまあいいかなと思ったりはするんですけどね。お酒のあてとして。もちろんご飯にもすごい合いますんで。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。